で私は本当に息してなかったんだなってぐらいすごい呼吸ができるってことを実感できて、すごく学びが多かった。胸の小鳥って何だって思った。胸の小鳥いるかなって思って、自分の中にもなんか自由になれてない小鳥がいいなって思って、自分の中にいては何も変わらないなっていうふうに思って参加させてもらいました。川に行った時、喜びとか自由とか光っていうのが全部そこにあったんですよね。すごいなと思って、全部なんかこう木があることとか雲があることとかなんか空があることとか、今まで自分ができてなかった一番大事なメンタル的なことが中心だったと思うんですけど、自分の軸っていうのがちょっと分かった気がしました。気持ちですか？どんな気分ですか？もっと興味を持ってほしい。でも興味の持ち方が分かんない。一つは自分ととことん向き合う。自分の心や体ととことん向き合う。全然違う。こういうことを抱えているかもしれないっていうことを心の中に持ってるだけでタッチは変わるし、意図は変わる。それって思ったら急に全体を見ずにそこだけを触るっていう風になります。人を物で見るとかそういう方に意識がいってしまって、純粋な興味っていうのをなくなってしまうのかなと思って。でもこの人って全身なのに、そしてこの人って体だけじゃないのに、そしてこの人ってこの人だけじゃないのに、ホリスティックな生き物なのに私たちは。そしてこの世界自体がホリスティックなの。そもそも扉絵の内側に書いてあったようにコネクション不足。
は自分でいくらでも応用ができるようになるでしょ。今持ってる主義を違うイメージで使うことができるでしょ。凝縮された何かこう一つのエネルギーの対話もあって爆発するものもあり、徐々に溶けていく。予定して手術が表にいかなかった。予定通りになることが世の中にないのに予定したらストレスじゃん。Thank you for the food, Sachin. Thank you for the food, Mari-chan. Your healing, your healing, your healing.みんなありがとう。ありがとうございました。はるばるここまで来てくれて。そして、私のことを信頼して来てくれて、ありがとうございました。みんなが私の財産だなって思います。で、私自身がそういういろんなことを勉強したり習ったりしてる中で、自分が力を抜くっていうことをある人が教えてくれて、習った解剖学じゃなかった、主義の数の多さじゃなかった、症状に注目することじゃなかった、私が力を抜くことだったんだっていうことに気づいて、そこで私はセラピストの心の中のありようっていうものがお客様に大きな変化を与えるものなんだっていうことに気づいて、まず自分を救わなきゃいけないなっていうところに本気のスイッチが入ることがあって、いろんなことが分かるようになった。この講座は始まりにしてほしい。世界に興味を持ってほしい。あなたが提供するのは結果じゃなくて始まりだよ。今私がみんなにこの講座を提供したみたいに、あなたは人々に始まりを提供する。またみんなに会いに来てもらえたら嬉しいなと思います。
カズさん、まとや、ありがとう。ありがとうございます。さっちありがとう。さっちありがとう。そしてみんなありがとう。